ハードボイルド G さん75、熱い心を強い意志で包んだ人間たち。パワーフィルター取り付けほぼ DIY。 お久しぶりです。おはよう、こんにちは、こんばんは。Q7 のパワーフィルターって探しても純正交換タイプしかなかったので自作しちゃおうという内容です。オイラの車には RKX のインテークパイプが入っているので、まずその口径から計測します。これはフィルター側の内径 93mm ですね。そしてこちらが外径約 100mm ですね。外径よりも内径の方が重要なんですが、ステンレスバンドを巻くのに必要な数値です。用意したパーツでございます。左が中間パイプ、右が K&N のパワーフィルターです。中身はこんな感じ。フィルターは簡単に見つかったんだけど、理想のサイズのパイプがなかなか見つからなくて本当に苦労しました。フィルターの内径は 93mm ですね。パイプの内径は 90mm。 適当に測ってますけどね。入ればいいんですよ、こんなもん。外径が93ぐらいに見えてるけど、これ出っ張ってるところ 95mm になってます。仮組みするとこんな感じ。サイズや全長とかほぼ想像通りでしたね。あんまり大きいフィルターだと入らないかもしれないからね。ちょうど純正フィルターボックスの場所に収まるように設置したい。他にスペースはないからさ、この純正フィルターボックスを丸々撤去してパワーフィルターを設置するのだ。なんか気になったので遮熱板みたいなのつけた。エンジンからの熱気を遮断するやつなんだけど、効果は多少あるのかな、わかんねえ。ついにフィルターボックスを外す時が来た。まずカバーを外すんだけど、下の方にねホースらしきものがつながっているんで、ホースを先に外してからカバーを外します。指でつまめば抜けます。フィルターを外してボックスを撤去するんですけど、ボルトが1箇所ついてるのでボルトを取ります。これね。でね、下の方に外気を吸うパイプがつながってるんで、これを抜きます。このパイプは差し込んであるだけなので、ボックス本体をグリグリしていれば外れますよ。取り外したエアクリ一式。純正交換タイプのフィルターは乾式じゃなかったんで、意外とオイルの染みがありました。縦置きでそりゃ垂れるよね。すっきりした空間。ここにパワーフィルターを設置します。うまくいくかな。ボックスを固定していたステーがあるので、これは邪魔なので外します。仮設置。上下左右干渉する部分はなし。あとは固定するステーをどうやって組み込むかだな。結構悩みました。こんな感じでもともとついていたボルトにステーを組み込みました。まだ補強する余地はあるんだけど、とりあえずこれでも揺れは軽減すると思う。取り付けたのはステンレス製なのでかなり硬いです。ブレに強いと思うんで、とりあえずフィルターを組んでテストします。 L 字ステーとの組み合わせでなんとか収まったのであった。余分にステンレスバンドがあるのは今後補強するのに必要だと思ってつけてます。どうですかね、うまくいったんじゃない？ボックスの下の方で接続されていたパイプに簡易フィルターをします。ゴミが入ってくる可能性があるので、キッチン生ゴミ用ネットを二重にしてます。まさかの DIY でした。完成。さて、聞き比べをしてみましょう。
まずフードを開けた状態。全然違う。アクセルレスポンスもね敏感になったし、加速時のスーパーチャージャーのね音がねかなり大きくなった。結構見られる。リアワイパーレスキット、洗車楽々仕様。洗車するたびに気になっていたリアワイパーの汚れと劣化。リアワイパーなんてもういらねえってことでリアワイパーレスキットを購入したのだ。取り付けは説明書があるので迷うことがないと思います。まずはハッチドアの内張りを剥がしていきます。これ取る順番があって、最初に上部、次にサイド、最後にハッチ側です。俺さ、これいきなりハッチ側から取ってしまったんで取り付け大変だったさ。テールライト裏や見える範囲のネジ、あと三角板格納スペース内にもあります。全部取ったら落ちてくるかと思ったら落ちませんでした。ネジを全部外してもこんな感じです。ネジ以外にパッチンって入る突起があるんで大丈夫でした。そんでこれ取れないななんて思ってたら、サイドの内張りに引っかかってました。まあこんな感じで取れたんですが、引っかかってたところはここです。サイドの内張りに突起があります。ってことはハッチ側よりも先に外さないとダメってことですよね。横着はいけませんと心の中でつぶやきました。ワイパーの配線です。変な形ですね。配線はこんな感じでついています。ワイパー全部撤去なので配線をすべて外していきます。ここにワイパーのウォッシャーパイプもあるのでそれも外します。これどうすんだろうね。外しちゃったら水漏れしないかな。はい、外しました。まあ外すのは簡単ですね。パイプだけちょっとねこんな変な形になってます。次に外装です。リアワイパーのカバーを外すとノズルが出てきます。と思ったんだけど手で取れちゃいます。小さい部品だからなくさないように。これね 13mm のソケットレンチでナットを外します。結構ね簡単に取れたね。まあこんな感じでポロッと取って、ワイパーブレードが外せるようになります。しかし折れてますね。ワイパーブレードは硬いって認識だったんだけど意外と楽に外せました。こんな感じです。内側からワイパー本体を外します。固定しているボルト3本ですね。これ外したやつね。これとこれとこれで固定されてました。で純正についていたこれシールみたいの、これも取ります。これゴムの跡がついちゃってるね。まあ隠れるからいいや。まず穴にゴムの板を中心になるように合わせて仮固定します。
外側から見るとこんな感じ。ゴムは2種類あります。次に付属の穴が開いた紙を穴の中心になるように固定します。この紙の穴に合わせてカバーのようなものを貼り付けます。内側からそのまま付属しているアルミテープを貼ってもいいんですけど、不心配だったんでゴムと穴の隙間にシリコン接着剤を塗って、その上からアルミテープを貼り付けして余分なところをカットしました。ウォッシャー液が通るホースにはシリコン接着剤をつけて穴埋めをしました。結局横着した結果全部外すことになりました。これが正式なやり方だと思っております。はい、これで、元に戻しました。残ってるネジはないかななんて考えながらも、作業を完了しました。こんな感じでついています。見た目そんなに目立たないですね。洗車の時もタオルが引っかからず安心です。さて、ワイパーレスにしてみました。劣化がねよく見えるワイパーがないことでねすごい綺麗に見える。あとねリアガラスのメンテナンスが楽。あとシュッとして見える。これだけだね。Google の Chromecast をつけたら退屈しなくなった。本当かな。はい、Google Chrome、 そして HDMI コンポジットコンバーター、それと配線、これね Audi 専用で売ってます。これね Google ホームっていうのも使えるやつだね。コンポジット配線、中身はこんな感じ。上がコンポジット変換コンバーターで、こちらが Google Chromecast。配線はねここの後ろのね右側にあります。中開けるとこんなのがついてる。この青いとこね、青いカプラーみたいなのね、それ分解するとこんなコネクターが出てきます。配線図はこんな感じ。1、2、3は純正で元からついているもの。今回外部入力1に接続するので9、10、11、12、13番に接続する予定です。接続する配線です。 RCA ケーブルですね。先端がこういった感じのギボシになっています。これをねさっき外したコネクターの裏側から差し込んでいきます。これは色が分かっているので、そんなに迷うことはないと思います。はい、接続しました。はい、こんな感じでね9、10、11、12、13番に差し込みました。外部入力2を使う場合は15、16、17、18、19を使用してください。配線が終わりました。また元通りに戻していきます。青いカプラーみたいななんか変なボックスみたいなやつにまた、コネクターをつけて、元に戻していきます。で結構ねこの RCA ケーブルが長いんでうまいことねこの隙間にねギュ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 って入れていくしかないですね。あとは配線をその運転席の方まで伸ばしたり、いろいろやり方は方法はあると思うんですけど、自分の場合はこんな感じで、インシュロックで固定して、で余りはその横の隙間に、ちょっと束ねてね入れておいてあります。あんまり長いとねなんか画面とか音声とかにねノイズが乗っちゃったりする可能性もあるかななんて思うんですが、大丈夫でしょう。配線がねほんと長いの。これ5メートル以上あるかな。うまいことねこの Google Chromecast の設置場所に合わせて、配線を伸ばして、カバーをつけて、あと配線をはわせていきます。今回ねその Chromecast の方は運転席の方に持っていくんで、こんな感じではわせていきます。こんな感じでねちょっと指痛くなるんですけどね、できるだけ、何かに干渉せず、目立たずっていう感じではわせていきます。こんな感じ。いいんじゃないの。悪くはないと思うよ。Chromecast の本体はこのダッシュボードの下、ハンドルの下だね、ここに設
置したいと思います。結構ね熱が出るらしくて、大丈夫かななんて思いつつも、とりあえずここにね乗せた方がいいんではないかと判断しました。こんな感じでね、インシュロックにまとめてコンポジット変換とね本体をここに設置しました。運転席側までの配線はねこう下を通っていう感じなんですけど、自分の場合ねマットがあるので、マットの下をうまくくぐり抜けるようにこんな感じでね這わせていきます。なるべく見えないようにねこう這わせて、あんな感じで這わせていきます。で後ろに関してもマットの下を通ってこういう風に後ろに行ってます。クロームキャストの電源は運転席側で取ってます。外部入力1に接続したので、メディア選択で AV1 を選択で移します。通信に関しては iPhone のテザリングで接続をします。画面も映ったんですけど、いきなりシステムアップデートが始まったんで、待ちます。アップデート終了。放課後の曲を流してみます。もちろん YouTube 以外も見れます。Hulu とかね、あとネットフリーとかね。そんでね、取り付けしてからね、数日経ったんだけども、スマホで見た方が早いと気づいてしまったんですね。でもね、利点はあるんですよ。いいとこね。みんなでね、見れる。これほら、純正モニターだからね、みんなで見れる。あとね、スマホよりも断然音がいい。これはだってスピーカーいくつもついてるからね。あとはスマホで、電話だったり、ナビだったりね、あとウェブ検索だってできる。スマホがフリーになるってことだよね。注意点が一つ、Chromecast の電源なんですけども、こちらね 5V で USB で撮るんですが、ちょっと高めのアンペアじゃないと多分起動しません。なので、2アンペアか3アンペアぐらい持っといた方がいいと思います。ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。